ネクストリームガンダムとは、アーケードゲームエクストリーム VS2、通称エクバ2のシリーズを基盤に展開された企画、プロジェクトネクストリームから誕生したモビルスーツです。このプロジェクトでは、ゲームシステムの特徴を踏まえたオリジナルモビルスーツやキャラクターが制作され、従来のガンダムシリーズとは異なる個性を持つ機体群が登場しました。そして、このプロジェクトネクストリームで生み出されたキャラやモビルスーツが本格的に活躍する舞台が、ガンダムエースで連載中の漫画作品、機動戦士ガンダムネクストリームです。漫画では、オリジナルの世界観でストーリーが展開され、ネクストリームガンダムたちがどのように戦い、どんなドラマを見せるのかが描かれています。今回は、そんなネクストリームに登場するモビルスーツとストーリーについて解説させていただきます。まず、プロジェクトネクストリームとは、2022年から始まったエクバ2クロスブーストとの連動企画です。ゲームシステムの特徴を生かしたオリジナルのモビルスーツとオリジナルのキャラクターとともに、エクバの世界に新たな風を吹き込むことを目的に展開されてきました。また、同時にオリジナルモビルスーツであるネクストリームガンダムとオリジナルキャラの天城才を主人公とした漫画ネクストリームが連載開始。近未来の日本を舞台にエクバが大好きな高校生が実際にガンダムの世界へと転移し、モビルスーツで戦うという少年の夢が詰まった物語で、エクストリーム VS2 から登場しているボス機体ガンダムガルバリアの謎にも踏み込む内容となっています。そんなプロジェクトネクストリームの中核を担う機体ネクストリームガンダムには現在4機のバリエーションが確認されています。それが GNEX002V ビシャス、 GNEX003S スプレマシー、 GNEX004X ザナドゥ、 GNEX005E エクスプロージョンとなります。型式番号が002から005になっていることから、未だ登場していない謎の初号機が存在していると思われます。ネクストリームガンダムは共通する特徴として、背部にそれぞれ EX、V、S を形取ったスラスターも兼ねた独自のウェポンユニットを装備しており、これらを展開することで機体特性を最大限に発揮した戦闘が可能です。ちなみにネクストリームは機体ごとにコンセプトが異なっているため、基本的にはツーマンセルでの作戦行動が基本となっています。まず主人公の天城が狩る近接戦闘に特化した機体ネクストリームガンダムエクスプロージョンについてです。型式番号が GNEX005E となっているため、ネクストリームシリーズの中では最新鋭機にあたります。ネクストリームの中でも特に白兵戦を重視して調整されており、手数の多さで相手を圧倒することがコンセプトの超能機仕様です。そんな本機の武装は背部の複合ウェポンユニットである E ユニットに格納されています。まず2対の雷切りソード、本機のメインウェポンで日本刀のような見た目と刀身に雷を帯びている点が特徴で、刀身から衝撃を放つこともできます。また E ユニットには6機のダガーファンネルが格納されているので、中距離からの攻撃も可能です。なおダガーファンネルはオペレーターが独自に操作することもできるので、本体がファンネル操作に気を取られず格闘戦に集中できます。なおゲームではファングのような突進系ファンネルとして扱われていますが、漫画ではビームを射出する様子も見られます。また E ユニットは中央のバスターソード1本と左右のライトニングブレードを2本それぞれ使用することができるほか、ユニットを変形させることで大火力のバスターライトニングソードとバスターライトニングランチャーとしても使用可能です。さらにフィールドバリアで覆われたコブシによる打撃ケースをボマーナックルを両腕部に装備しています。他にも頭部バルカン砲やビームサーベルを2本持ちます。ただビームサーベルはゲームでも漫画でも使用する描写がなく、どこに収納されているのかわからない兵装です。このように接近戦特化型の扱いが難しい機体ですが、登場者である天城の高い格闘センスと的確なオペレーターの指示により活躍することになります。漫画内ではアクシズでの戦いで覚醒と呼ばれる状態になっていますが、ユニットの変形も含め機体マニュアルに該当する機能は記載されていません。そのためバルカニルはネクストリームにはまだパイロットに知らされていない目的が存在していると考察していました。続いて天城の相棒海老原千景の狩る後方支援遠距離攻撃に特化した機体ザナドゥです。主に近接戦をメインにこなすエクスプロージョンの支援機としての運用を想定されており、
エクスプロージョンに不足している機能を持ちます。機体の背部にはウェポンユニット X ユニットを装備。こちらはユニットを展開するとガンダム X のハモニカ砲のように X 時のビームも発射可能できるようになっているほか、非常に高い攻撃力を持つバスターレールキャノンとして使用したり、ハイパーメガバズーカランチャーも防げるシールド X シールドに変形させて使用できるようになっています。また本機にはサポートメカ X ロールを装備できるようになっていて、こちらにはガトリング2門とマイクロミサイルポッド2機が搭載されています。突撃形態ライフルモードにも変形できるため、本体ほどではないにせよ高い戦闘力を有しています。他にはビームライフルや接近専用に頭部バルカン砲とビームサーベルを装備しています。続いてバルカニルノカル、特殊機能を備えた近中距離万能機ビシャスです。4機の中では唯一分離可能なバックウェポンシステムを装備していません。しかし背部の V ユニットをはじめ機体各所に多彩な武装を装備しており、さらに高い機動力を誇るドラゴンモードへの変形機構を持ちます。またパイロットであるニルの操縦技術の高さやニル独自のチューニングが加えられていることも相まって他のネクストリームをしのぐ機体とされています。そんな本機のメイン武装は V ユニットにビームオーサイスが2本内蔵されており、2本つなぎ合わせるとダブルハーケンモードになります。特にオーサイスを構えた際の威圧感が機体カラーも相まって死神を思わせます。また両腕部にヒートクローを2機搭載します。なお腕部にはビームガトリングも内蔵されていますが、設定上はこの武器がなぜか記述されていなかったりします。腰部には尻尾を思わせるテールロッド&テールソードを装備。胸部には高い火力を持つメガキャノンを内蔵。さらに変形時には竜の頭を模したような頭部内にドラゴンブレスが内蔵されています。他には頭部バルカン砲や通常のビームライフルを持っており、ネクストリームガンダム4機の中では珍しく作中でビームライフルで戦う姿が描かれています。なおビームライフルで次々とモビルスーツを撃墜していますが、敵はビームが効かないはずの鉄血の世界の機体。深く考えてはいけなさそうです。また作中には別世界のバルカニルノの白色のビシャスが登場しており、通常のビシャスと同様の兵装の他にガルバリア同様時空に干渉する力を発揮できます。続いてダンテ・ディーワーズ・ロード、通称 DD が狩る機動力を生かした特殊支援機スプレマシーです。機体は忍者を思わせるシルエットをしており、その見た目通り区内や分身を使ったトリッキーな戦闘を得意としています。背部にはウェポンユニット S リングユニットを装備。ちなみに機体の特殊性からユニットは2本のビームショーテルで構成されていて、連結してリングスライサーとしての使用もできます。なおゲームにおける横特殊格闘ではリングから風を発生させて攻撃することが可能で、その見た目からジョジョの奇妙な冒険第2部に登場するワムーの必殺技にちなんで神綱嵐と呼ばれることもあるようです。ちなみに S ユニット以外の兵装は非常に少なく、設定上は頭部バルカン砲、ビームサーベル2本、腰部の巻き菱のような形状をした爆破式のビームカルトロップのみとなっています。ただし左前腕部のユニットに区内が仕込まれていて、主にこれを用いて戦います。漫画前半では主にビシャスのサポートを行っていて目立った活躍が見られませんでしたが、白いビシャスと対峙してからは圧倒的な戦いぶりを見せています。そんなネクストリームたちの活躍が見れる漫画のストーリーとしては、舞台は近未来の日本。エクバが大好きな高校生天城サイと海老原千景はいつも通り放課後ゲームセンターで遊んでいたところ、ゲーム画面から現れた平行世界の住人メリーナ・マーロン・フィッツによって別次元に転移させられます。目を覚ました天城たちが飛ばされたのは宇宙世紀0079のサイドセブン。まさにガンダムが大地に立とうとする瞬間でした。突然アニメでよく見た景色が目の前に広がり、混乱する天城たちの前にメリーナが現れます。そしてメリーナからガルバリアという平行世界を行き来できる機体が平行世界の得意点に現れ、歴史の改変を行おうとしていること。そして歴史の改変が行われた世界は得意点以降の歴史が全て消失し、最悪の場合全ての平行世界が滅亡する可能性があることを告げられます。
そんなガルバリアを食い止めるため、メリーナが所属する G ガーディアンズは、ガルバリアに唯一対抗できるネクストリームガンダムの適応者を探していました。そして、ネクストリームの適正者に選ばれたのが天城と千景でした。そんな説明を受けた直後、ガルバリアが召喚したシャア専用ザクとアッガイが襲撃。天城と千景は起動前のガンダムを守るためにネクストリームガンダムでこれを撃退。無事ガンダムを守りきった天城たちはそのまま G ガーディアンズの秘密基地へと転送され、改めて世界が置かれている状況とガルバリアに関する情報を説明されました。そんな中、再びガルバリアが出現し、宇宙世紀0093のアクシズへ向かいます。到着した天城たちは、ガルバリアが別時空から召喚していたナイチンゲールやハイニューガンダムに苦戦しますが、2機同時の撃破に成功しました。その後、アクシズ落下を阻止しようとするアムロを見捨てられない天城が先走り、アクシズを破壊しようとしますが、ニルのビシャスとダンテのスプレマシーが現れました。2人は、カノ・クランズがナビゲーターを務める G ガーディアンズのチーム9の一員で、歴史改変を行おうとした天城を拘束しました。その後、天城は、ニルとダンテに、自分の行動と正義感の幼稚さを指摘された上に、徹底的に叩きのめされました。さらに、メリーナは、勝手に事態へ巻き込んだ罪の意識から、記憶消去用のナノマシンとともに、全てを忘れ元の生活に戻る選択肢を用意しました。しかし、最終的に、天城は再びガンダムに乗ることを決意しました。そんな中、ニルたちが、鉄血の世界である、ポストディザスター300年代に、ガルバリアの反応を検知し、鉄火団が活躍する火星圏へと向かいます。そこで、ガルバリアの仲間と交戦しますが、戦闘中に現れたガルバリア本体が時空乱流を展開し、ニルたちを鉄血の時空から消滅させてしまいました。その後、ニルたちを救出するため、天城と千景も鉄血の世界に合流。しかし、支援機と合体したガルバリアの圧倒的な火力と未来予知能力に苦戦を強いられる2人でしたが、突然ニルの妹であるルイが異識世界に現れました。ルイはガルバリアの生体ユニットにされていましたが、世界線移動ができるネクストリームと天城ならガルバリアを止められることを告げます。こうしてルイの協力もあり、ガルバリアを撃墜寸前まで追い込みますが、そこへ白いビシャスに登場した別世界線のバルカニルが現れました。実は本来のルイは10年前の災害で死亡していましたが、別世界のバルカがルイが死ぬ運命を書き換えるためにガルバリアにルイを乗せていたことが発覚。こうして妹の命が助かるなら他は知ったことではないと考えるバルカと様々なパイロットたちが戦いを繰り広げていくのでした。このように本作はガンダム作品の歴史改変を防ぐ物語ですが、単行本は3巻まで、ガンダムエースでは2025年1月号で掲載されて以降、しばらく休載されており、今後の展開は不明となっています。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。